機関車の形式には EF65 や DD51 などたくさんの種類がありますが、機関車の形式は一体どのように決められているのかご存知でしょうか。今回は最初に機関車の形式の決め方についてご紹介します。後半ではよく見かける代表的な機関車をご紹介していきます。まず、その機関車が電気機関車であれば、イレクトリックの頭文字 E をつけます。同様に、ディーゼル機関車であれば、ディーゼルの頭文字 D をつけます。最近はハイブリッドの機関車も出てきました。その場合は、ハイブリッドの頭文字 H をつけます。そして次に表記されるのは、動力のある車軸の数です。1本であれば A、2本であれば B、6本であれば F というように、動力のある車軸の数に合わせてアルファベットで表記していきます。例えばこちら、EF65 型電気機関車の場合は、電気機関車なので E で始まり、動力のある車軸の数は6本なので F で表記されます。続いては EH200 型電気機関車の場合は、電気機関車なので E で始まり、動力のある車軸の数が合計8本あるので H と表記されます。ちなみに DD51 はディーゼル機関車で車軸の数が6本なので DF ではないのと思われそうですが、実は中間の台車にある2本の車軸には動力はありません。そのため F ではなく D と表記されます。かつて日本中を走っていた蒸気機関車も同様に、動力のある車軸の数によって決まっています。有名なところで D51 型蒸気機関車は D で始まるので、動力のある車軸の数は4本ということがわかります。また E10 型蒸気機関車は E で始まるので、動力のある車軸の数は5本です。それではいくつかの機関車の形式を見ていきたいと思います。まずは EF65 型電気機関車2000番台です。EF65 型は E で始まるので電気機関車。続いて F がつくので、動力のある車軸の数は6本ということがわかります。1969年以降に EF65 型1000番台として約140両が製造されました。貨物列車に限らず、寝台列車などの旅客列車の牽引も行いました。時速100キロを超えて走行する車両には、運転状況を記録するための装置を取り付けました。これに伴って、車両番号に線を足して区別することとなりました。例えばこの車両は、もともと EF65 型の1065号機でしたが、現在は改版されて EF65 の2065号機となっています。EF66 型は E で始まるので電気機関車、F がつくので動力のある車軸の数は6本です。EF66 型電気機関車100番台は0番台の後継として製造されました。1次車8両と2次車25両の合計33両が製造されました。
ちなみに二次車の車体の下部には青色の帯が入っているので、一次車との違いはすぐにわかります。EH200 型は E で始まるので電気機関車、H なので動力のある車軸の数は8本です。EH200 型電気機関車は2車体を連結した機関車で、勾配の多い中央線や上越線などで使用されていた EF64 型電気機関車の置き換えと重連運転を解消する目的で製造されました。EH200 型電気機関車の量産型の車体側面には、エコパワーブルーサンダーのロゴが描かれています。ただし、試作車である901号機には描かれていません。EH500 型は E で始まるので電気機関車、H なので動力のある車軸の数は8本です。EH500 型電気機関車は2車体を連結した交流・直流両用の電気機関車です。製造された目的は2点あり、1点は勾配の多い東北本線を走行するため、そしてもう1点は異なる電化方式の境界である黒磯駅を通過する際に、直流用と交流用の機関車の付け替え時間をなくすためです。
EH500 型の車体側面にはエコパワー金太郎というロゴと金太郎のイラストが描かれています。EF210 型は E で始まるので電気機関車、F なので動力のある車軸の数は6本です。1996年に製造された試作機に始まり、0番台18両、改良型の100番台73両や200番台29両が登場し、総数120両も在籍する電気機関車です。EF210 型の車体側面には桃太郎のイラストとエコパワー桃太郎のロゴが描かれています。貨物列車にも時刻表がありますが、旅客用の駅には停車しないため、特に表示はされていません。もし駅などで機関車に遭遇したときは、どんな形式の機関車だったかを調べてみるととても楽しいです。ご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。画面右下にあるチャンネル登録と書いてあるボタンを押すだけでチャンネル登録をすることができます。どうぞよろしくお願いいたします。